はい、こんにちは。今日はね、VTOL 前編やっていきたいと思います。垂直に離陸と着陸をするってことって VTOL って呼ばれてる飛行機なんだけど、過去の技術の応用でいけそうなんだよね。ということで行ってみましょう。全体的な構造としては、プロペラが2枚左右で回るようにしたいんだよね。とりあえずこいつからモーターを2つ外すとして、プロペラはすでに作ったやつがあるので、待てよ、材料がちょっと足りないな。こんなこともあろうかと一応持ってきてはいるんだけど、ゴムがレアアイテムすぎる。まあとにかく、はい、タケコプター。これ以前本編で作った後って設計図が実装された後に綺麗に作り直したやつなんだけど、人間1人がギリギリ飛べるくらいのチューニングにしてあります。こいつを2つ用意するんだけど、反作用を打ち消すためにもう片方は逆回転にしないといけないので、このジョイント部分を左右対称にしたものを作らないといけない。そこでじゃん、角度変換ブロック作成機。これはもともと決まった角度のものを量産するための装置なんだけど、片側に特定の角度の部品をくっつけて、これでレバーを固定して反対側に同じようにくっつければ左右対称のものが作れるはず。これでできてる？パッと見大丈夫そうなんだけど、合ってるか？何か間違ってたかと思ったんだけど、何回かやり直しても微妙にずれてって、多分理屈は間違ってないと思うんだけど、どっかでミリ単位でずれてくっついてるんだろうね。とはいえ大体大丈夫そうではあるので、ひとまずこれで話を進めます。あれ？なんだこれ。軸が外れちゃったモーター。設計図いろいろ作ってる時に外れちゃったみたいです。ちゃんと地面に固定しとかないとこうなりますね。まあこの準備段階ではさっきの角度を固定した部品さえ作れれば OK だったので、とりあえずロード。はい。で、さっきの材料をもとにプロペラを組み立てていきます。プロペラの部品も設計図で用意してあるので、5枚組を2つで10枚組、それを2つで20枚組、そこにさっきの10枚を足して、ひとまず30枚くらいでいってみようかな。これね、向きが大丈夫かどうか確認しながら進めてはいるんだけど、こういうのはね、いくら確認しても間違うので、動かしてみた方が確実。いざ。向きは大丈夫だし、人間1人だと余裕で飛べますね。同じように反対側も作って、よし、こっちも大丈夫そうです。これでプロペラ部分は完成と言っていいでしょう。で、次は本体。素材を何で作るかっていうと、空を飛ぶものの定番は軽くて揚力を稼げる草って言いたいところなんだけど、
使い慣れた色だとつまんないっていうマイブームが続いてるのと、今回は頑丈に作りたいっていうのもあるので、ゴムの木なんかいいかもしんない。白っぽい色って表面の模様も都市迷彩っぽくも見えるので、なかなかいいんじゃないかな。ちなみにこれ誤差範囲でほぼ同じ大きさの松の木と比較して、重量が若干重い代わりに防御力も耐久力も若干高いですね。とりあえず足場の部分を作って、さっき作ったプロペラをくっつけた状態でちゃんと通電するかどうか。どっか接触が悪いな。ここか？あれ？あ、ここか。よし、一応大丈夫そうかな。よし、この状態で動くか。いざ。動きはするんだけど、重さに対して揚力が足りないかな。一応ちゃんと浮かぼうとする意志だけは感じるので、電池を増やしてみるとどうだ？まだダメか。となると次はプロペラを増やしてみましょうか。今1組あたり30枚なんだけど、これに20枚ずつ足して1組あたり50枚。いざ。おー、飛びましたー。本体重量がまあまああるんだけど、十分な高度まで飛べますね。電池とかプロペラの調整次第でもっと高度を上げたり速く飛んだりできるとは思うんだけど、地上をゆっくり見渡せる高度って安定して対空できるってあたりでかなり使いやすい機体なんじゃないかな。着陸もちゃんとできるかな。スイッチはまだつけてないので今無理やり外したんだけどほぼ垂直に着陸できるので、降りたい場所に降りるってな動きもできそうです。よし、じゃああとはスイッチとか外装とかを作って仕上げていきましょう。これ外装がデジタルカモフラージュっぽいのでミリタリーテイストに仕上げていきましょうかね。特に参考にしたモデルはないんだけど、飛行機というよりかは軍用ヘリの何かに似てるかもしんない。レバーの動きがやっぱり難しいんだけど、今回はオンオフの2点式で行くので、細かい部分は後で調整するとして、まあこんなもんかな。外装も付け足して飾りなんかもつけていって、ちょっと重くなったので電池がもっといるかな。なんやかんやっていろいろ調整していって、よし、飾りでつけた松の苗木と重量バランスもあって前面に持ってきた電池が武装みたいでかっこいいですねこれでいけるか。いざ。おー、飛びましたー外装でさらに重くなってって途中はしょっちゃったんだけど、プロペラとか電池とかを調整してますね。操作は動きたい方向に傾けることでプロペラがそっちに傾いて動くってな感じで、
以前使ったヘリコプターと同じ感じです。で、こいつは多分水上にも着水できて、この世界ではプロペラが水に触れると壊れたりすることがあるんだけど、ギリ水につかないくらいだし、さらにここからよし、ちゃんと離陸できますね。特に大きな問題もなく安定した飛行ができてるんだけど、たまに前後に大きく揺さぶられることがあって、風のせいなのかな、機体バランスが悪いって割には唐突にぶれたりするので、原因はよく分かんなかったりもするんだけど、そういう時はいっぺんスイッチを切って安定してからまたつけるってな操作をすると復帰できたりします。で、これ電池の残量が見にくいので、この左側につけてる電池が予備バッテリーになってるんだけど、メインバッテリーが切れるとこれが減っていくような作りにしてます。実際にはこの3本だとどのみち飛ぶほどのパワーは出なくって、ゆっくり降下することくらいしかできないので、いるかっていう疑問もあったんだけど、水上でギリギリ動けるくらいの出力があって、現にこうして無事に上陸できたので、これはこれで緊急時用のオプション装備としては悪くないかも。まだ調整したい箇所とか試したいこともあるんだけど、ちょっと話が長くなってるので、今回は一遍まとめましょうか。ということで VTOL やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。これ重量が結構あるので、バランスとか出力の調整が難しくって、実は結構時間かかったんだけどまあまあ実用的に仕上がったんじゃないかな。で、この後はスタート地点まで資材を調達しに行くんだけど、今回細かすぎて説明をはしょったところとか、あとさらに発展系も考えているので、引き続きその辺をやっていこうかな。ということで次回は VTOL 後編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。